はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、コンビニのホットスナック何が好きですか？今日は好評な比べてみようのシリーズです。今日気になったのはコンビニのチキンです。よくお世話になってる人も多いですよね。僕もよく食べていました。ということで、コンビニ各社のフライドチキンを比べてみます。それでは早速やっていきましょう。今日はセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのフライドチキンを買ってきました。左からセブンイレブンの7チキ、ファミリーマートのファミチキ、ローソンの L チキです。学生時代とかついつい買い食いしていた人も多いと思います。個人的によくお世話になっていたのはファミリーマートのファミチキです。この3つの中では一番歴史が古く2006年から販売しています。L チキは2009年、7チキの歴史は浅く2016年です。最近食べていなかったので各社のチキンがどんな違いがあるのか楽しみです。チキンが入った袋も各社個性があって面白いですね。一つ一つ詳しく見ていきます。まずはセブンイレブンの7チキです。セブンイレブンは1927年、まだ各家庭に電気冷蔵庫が普及していない時代にアメリカで誕生した氷小売販売店サウスランドアイス社がスタートです。その後お客様のニーズに応えて日用品などを販売するようになり、現在のようなコンビニエンスストアの形ができました。日本にセブンイレブンが誕生したのは1974年で、東京都江東区に豊洲店をオープンしました。現在日本全国に2万1000店舗以上を展開しています。それでは袋から出してみます。見るからにスパイシーな見た目をしています。ブラックペッパーのような黒い粒が目立ちます。横の長さ10センチ、縦7センチ、高さ 2.8 センチくらいです。重さ 83.52g です。袋はシンプルなデザインで主張が強くありません。せっかくなので袋のサイズも測っておきましょう。横13センチ、縦18センチで、下の部分が切り取れる作りで、持ち手は 7.5 センチです。次はファミリーマートのファミチキです。西友のコンビニエンスストア実験店舗として1973年に埼玉県狭山市に1号店をオープンしました。日本発祥のコンビニエンスストアです。 AMPM、エブリワン、ココストア、サークル K、サンクスなど数々のコンビニエンスストアと統合し、現在では巨大チェーンとなり、店舗数ではセブンイレブンに次ぐ業界第2位です。現在日本全国で1万6000店舗以上を展開しています。袋から出してみましょう。先ほどのセブンイレブンに比べるとブラックペッパーの感じは少ないです。色は少し薄く、見た目はカリッとして衣が細かい感じがあります。大きさは横10センチ、縦7センチ、高さ 2.5 センチくらいです。先ほどのセブンに比べるとファミマの方が大きさが揃っている印象です。重さは 97.64g です。袋のデザインは一番ポップでアメリカのダイナーのような感じでワクワクします。黄色と赤の配色って食欲をそそりますよね。袋のサイズ、横13センチ、縦 18.5 センチ、持ち手部分は7センチです。次はローソンの L チキです。ローソンは1939年、アメリカのオハイオ州で JJ ローソンさんが営んでいた牛乳販売店がスタートです。ローソンさんの牛乳屋さんとして評判を呼び、その後ローソンミルク社を設立します。ローソンの看板がミルク缶なのも納得ですね。時代のニーズに合わせて日用品や生活必需品を販売するようになり、アメリカの北東部を中心にチェーン展開を行います。その後1959年にアメリカ食品業界大手のコンソリデーテッドフーズの傘下となり、店舗展開を進めていきます。日本には1975年に大阪豊中市南桜塚に1号店をオープンさせました。現在日本全国で1万4000店舗以上を展開していて、業界第3位です。それでは袋から出してみましょう。一番ゴツゴツした印象です。スパイスの感じは一番少ないです。横10センチ、縦7センチ、厚さは 2.5 センチくらいです。重さは 100.36g です。ローソンも袋のデザインはシンプルで、袋の質感など上質な雰囲気です。横 13.5 センチ、縦20センチ、持ち手7センチです。すべてを並べてみるとこんな感じです。左からセブン、ファミマ、ローソンです。こうやって見てみると、セブンが一番色が茶色っぽく、ローソンが一番黄色っぽいです。それではそれぞれカットして違いを見てみましょう。まずは7チキです。層のように重なった感じです。セブンの公式サイトによると桃部分を使用しているそうです。次はファミチキです。セブンとは全く違った断面です。1枚が均等な厚さで入っています。見た目よりも衣がし
しっとりとしています。次は L チキです。見た目の感じはファミチキに近いですが、また違いますね。こうやって比べてみるとセブンだけ全然違います。それでは実際に食べてどんな違いがあるのか比べてみましょう。セブンは肉が重なって肉厚な分、触った感触はもっちりとしています。見た目からもわかる通り、かなりスパイスが効いています。肉自体にサラダチキンのハーブ味のようなハーブの味を感じます。結構衣が厚めな気がします。次はファミチキです。弾力はあまりありません。ファミチキももも部分のお肉ですが、もも上部のサイという部分を使用しています。衣はかなりしっとりとしていて脂が多いです。肉は身が薄い分、水分が少なく感じます。肉には強い塩気があり、セブンのようなハーブっぽさはありません。最後はローソンです。今冷めてしっとりとしていますが、揚げたてであれば一番クリスピー感がありそうです。冷めた状態でも唯一少しカリッとしています。衣の食感は好みもあるので、カリッと好きならローソンが良さそうです。食べた感じはセブンの衣がふんわり、ファミマがしっとり、ローソンがさっくりといった感じです。鶏自体の味はローソンとファミマは近い系統ですね。セブンだけは全く違う味のベクトルです。衣の感じは一番ローソンが好きです。味に関しては酒のつまみならセブンが一番味がしっかりとしていて合いそうです。各社の衣を詳しく見てみましょう。まずはセブンです。片面の衣は皮ごと綺麗に剥がせます。これは鶏皮ですかね。鶏皮の下に衣のようなものがついています。次はファミマです。同じく片面は簡単に剥がせます。これも少し不自然な皮ですね。すごく形が整っているように感じます。最後はローソンです。同じく鶏皮部分が張り付いていますが、形が整っていて不思議な感じです。並べてみるとこんな感じです。これは鶏皮ですかね。もっちりとした衣っぽくも感じます。鶏皮にしては簡単にちぎれる気もするので不思議ですね。一応各社鶏皮部分はつけるのがルールみたいです。それでは冷めてしまったので一度揚げ直してさらに美味しい状態で食べてみましょう。揚げ直してきました。ということで今回はこれに挟んで食べましょう。ファミチキバンズです。ちなみにローソンでは L チキ用のバンズが売っています。こんな感じでカットされていて、中には少しタルタルソースが塗ってあります。まずは7チキ、ファミチキ、L チキを乗せて、最後にもらったタルタルソースをかけてバンズで挟めばカロリーモンスターの完成です。インスタに投稿されていそうな飯テロ感、そして間違いない美味しいやつ感、こいつは絶対裏切りません。それではいただきます。ヒマジンキッチンが食べたそうにこちらを見ています。半分開けましょう。あえてチープなバンズが存在感を消していて、チキンのうまさを前面に出しています。めちゃくちゃ頭の悪い料理ですが、頭悪くてもこの美味しさの足し算は美味しいと計算ができます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。コンビニのチキンの違いいかがでしたか？何か比べてほしい商品などあればぜひコメントお待ちしてます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。